こんにちは。トルコのカッパドキアから一度イスタンブールに戻り、そこからブルガリア行きの寝台列車のチケット買います。シルケジ駅にて帰るので1時間歩いて向かいますが、営業時間が終わってましたので、また明日1時間かけて来ようと思います。翌日買うことができました。覚えてないんですけど、937リラって書いてあります。この駅だったかと思います。ハルカリ駅。窓ガラスにトルコのマークがある電車に乗って出発いたします。コンパートメントは4人用で、荷物の多かったアルゼンチンの方が2席取ってるのと、イギリスの方と3人で1つのコンパートメントでした。トルコ側とブルガリア側で2度起こされるかなと思ってたんですけど、一度で済みました。夜中の2時にイミグレーション通過してブルガリアに入ります。今トルコのイスタンブールじゃないやイスタンブールかなイスタンブールのハルカリ駅から行ってきた寝台列車が今ソフィアからブルガリアこれぐらい長いとしたらソフィアがこの端っこにあって首都でこの辺に来ました。ここに来たら4人のコンパートメント一番チーペストなやつって言ったら4人のスリーパーのアッパーのベッドを予約してくれたんだけど、その中で3人だけで、私含め3人だけで今その2人が降りて私1人になって、これからソフィアにまた向かいます。多分9時に着くって言ってて、今6時2分なのであと3時間ぐらい電車にいられます。楽しみ。でもヨーロッパ食え、値段高いから。荷物は重たくなりますが、ピーナッツバター、ジャム、チョコスプレッド、パンを持ち歩いてこればっかり食べてました。ソフィア駅に到着しました。すっごく大きな駅です。で、外に出てみましたら、ソフィアセントラルステーションに降りて地下鉄ね、この下に行くんですけど、意外とさ廃れていてちょっと怖かったよね。でこの白い資料を通り過ぎて、すごくない？これこれあら、メトロステーションで、ここがメトロステーションです。小銭もノートもマシンに入らなくて、カウンターのおばちゃんから、チケットを買いました。一律全部一律 1.6 ここやもう2って言うとったからこっちやな。ホステルの近くの駅に到着しましたけど、日曜日だからなのかお店はほとんど閉まっていて、とっても静かでした。人がほぼ歩いてなかったです。今回のホステルはこちらです。パブリックスペースがヒッピー感があって素敵でしたが、ベッドの枕は少しばかり香りが強かったです。でネパールのホステルであったブルガリア人のヌシっていう子におすすめを聞いたら、大量のリコメンデーションが送られてきて、短期間の滞在予定だった私はピンポイントで観光ができてとってもありがたかったです。でここのレストランはヌシの友達のおすすめのレストラン、シェパーズサラダと豆のシチューを食べました。で豆のシチューの写真を主に送ったんですけど、そしたらなんかトラディショナルではないけど美味しかったなら OK って言ってました。ソーセージ入りだったのをソーセージ抜いてもらいました。
あとはさすがブルガリア、ヨーグルトとチーズの商品棚がとんでもなくて、見た瞬間大興奮しました。これも主がおすすめのヨーグルトを教えてくれて、この緑のパック2つが主好みのヨーグルトみたいです。で、牛のパックは無脂肪のものもあって食べ比べてみたんですけど、これが無脂肪。脂肪もある方が美味しいです。1日1パックミューズリと一緒に食べてたんですけど、ふって裏面見たら1パック1200キロカロリーだったので、食べ過ぎ要注意です。でウィメンズマーケットにも行ってみました。女性が働くマーケットかと思いましたが、男性店主もたくさんいました。Hello, can I get a half kilo? Yeah. Okay, so just can I get one? One kilo. Okay. 1キロハーフじゃ売れないって言われて1キロ2リーブかな、食べきれるかな。ここのチャーチだったかはちょっと定かではないんですけど、ここも行きましたし、こんなに仲が美しいチャーチもありました。2泊3日のブルガリア滞在はあっという間です。ギリシャ行きのバスチケットを買いに歩いてソフィア駅まで戻ってきました。今ブルガリアのソフィアに行って、こっち側がメトロステーション、電車か。電車でね、こっちがバスステーションって書いてあるんだけど、アテネまでのバスが出てるっていうので、エバまでのバスが出てるっていうので買いに来たんですけど、私なんとトレッキングシューズをどっかに置いてきた昨日なので、それがどこにあるかを聞くのもついでにで、なんか2箇所並んでて、こっちのバス停の方がでかくて、こっちのバス停はさ、これがステーションで、これがねバスストップっぽいんだけど、なんかこっち側からアテネ行きのバスが出てるっていうので、そこでチケット買えるか聞いてみます。待って、今3、4箇所ぐらいにギリシャの国旗があるところで値段聞いてみて、どこも明日の夕方から出るやつが86のブルガリアのカレンシーと123って言われて、一番初めに聞いたとこが80って言われたから、そこが一番安いと思って今買ったら42だった。逆に不安。大丈夫かなって思うんですが、めっちゃ安く済んだので、これで明日バスでアテネに向かいます。8時半に出て、朝の8時半にアテネに着く。バスターミナルはこんな感じです。今も8時26分。8時半発のフリックスバスを予約していて、今日ヨーロッパに住んでる子に聞いてみたら、フリックスバスが一番安くて有名だっていうのを知ったので、あれ予約間違ってなかったって思ったし、42のブルガリアの金額は合ってたみたいです。日本円で3000円とか4000円ぐらいで、8時半出発なんですけど、まだバス来ません。3分前で。でもここのバスストップのフリックスバスの前にバスが来るっていうので、それを待っていようと思います。静かに。今、昨日買った安いパンとバナナと
コスプレッドを塗って食べたのでお腹は満たされて、あとは寝るだけ。汗だくです。もう2時間でもこんなに明るいんだよ、8時半で。ご飯食べる時間が狂っちゃうし、寝る時間も狂っちゃうしでね、なんか昨日はちょっとパソコンとか携帯見ては全然寝てなくて、だから今日バスの中で爆睡できるかなってちょっと期待してます。12時間、8時半発で明日の朝8時半に着く予定、あくまでもちょっとついてる。いやマジでね、今日の8時半、今8時49分、今日の8時半のバス、8時半発のアテネ行きのバスに乗る予定だったんですけど、なんか結局予約したところがフリックスバスって大きなところだったからね、フリックスバスのお姉さんにバスここに来んのって聞いたらイエスみたいな。でもあんまり英語喋れなくてじゃあバスここに来るんだと思って、私めっちゃストレッチしてたわけで、32分とか35分になっても全然バスの姿が現れないから、バス遅れてるって聞いたらみたいな、何の話みたいな感じになって、チケット見せてって言われてチケット見せたら、これ15番から出るやつだよって言われて、確かにさっきまで15番にバスいたと思って、でそのバスはもう帝国通りに出発してしまいましたので、私はバスを逃したわけですわ。で42リベ42ブルガリアンカレーシーのお金を払って買ったチケットでしたが、マジかよっつって、明日じゃあ何時のバス、同じ時間のバス同じ値段で買えないかって聞いたら、明日は6時のバスで85って言われたんだ。約2倍だ。だから今同じ会社で同じ行きのチケットのお金を払って、でさっきチェックアウトしてきた宿が18で空いてたので予約して今から戻ります。明日もう一日観光できる。どうしよう、何しようかなやばい、やらかした。超ストレッチしてたよ。アホだね。お姉さんにチケット見せるべきです。ちゃんとこのチケットのバスはここに来るのかってちゃんと聞けばよかった。フリックスバスだからって勝手に安心してここに来るのかと思ってたから、これはマイフォルトでやっちまいました。もう歩いて30分かけて宿戻ります。で幸運にももう一日観光できるので、少し足を伸ばして世界遺産のボヤナチャーチまで行くことにしました。教会まではホステル前からトラムに乗った後、ひたすらまっすぐ1時間ぐらい歩いて行きました。トラム降りたところからバスが出てて、これはボヤナチャーチの目の前まで乗せてくれるやつだったみたいです。教会の近くまだ来るんだ入り口どこ？入り口なんか綺麗な、綺麗くね。すごい、なんか別荘地なんか。ボヤナチャーチ着きました。チケットを入り口で買って教会前で待ってると少人数ずつ中に入れてくれます。すごい小さな教会だったんですけど、中に入ると壮大な景色が広がっていてとても美しかったです。14番から出ます。今日は無事にバスに乗れました。バスはチャージャーついてて、乗る前に荷物のタグをもらって預けて乗り込みました。約12時間でギリシャに到着です。この日もヨーグルト1つ買ってます。広大な自然がいっぱいの穏やかなブルガリア、楽しかったです。ありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。